こんにちは。ニュージーランド在住で今日本に一時帰国中のセイです。今回休暇を満喫するためにこちらにある ND ロードスターをレンタルしたんですが、元 NA ロードスター乗りとしてこの車のレビューをしてみたいと思います。では早速行ってみましょう。はい、まずこのデザイン、これまでのロードスターと大きく変わってヨーロピアンな感じのデザインになりましたね。そしてマツダお得意の鼓動デザイン、いや断然かっこよくなったなって思います。この車の高さやっぱりかなり低いですよね。私の胸よりも下、ちょうど一番下の肋骨のあたり、胸と腹の間ぐらいっていうところでしょうか。結構低いですね。そして、これはスマートキーエントリーになっているので、ここのボタンを押せば、この車はスマートキーエントリーになっているので、この黒いボタンを押せばこうやって開きます。いいですね。なんか時代の進歩を感じますね。そして内装は、まずシート、これですね。これが横のこの体を支えるための張り出しですね。これがしっかり前に出ていて、幅もちょっと狭めっていう感じですね。そしてこの座面の方にも、太ももを支えるための部分がついていて、これがなかなかしっかりホールドしてくれます。ちょっとメーカー純正にしては随分しっかりとホールドしてるなという感覚があって、ちょっと体が太めの人にはきついんじゃないかなと思うぐらいしっかり支えてくれますね。その代わり峠の時に体が全然ぶれなくて走りやすいです。そして、ドアのとこについてるリモコンは、左右のドアの操作スイッチと、あとミラーの、向きを調整するやつですね。そしてハンドルの右下のところには、アイドリングストップの機能をオフにするやつと、あと横滑り防止機能をオフにする機能がついています。これ渋滞路の時に、このアイストップが頻繁にエンジンを止めるんですが、進んだり止まったりが頻繁な時にはちょっと鬱陶しくなるので、このオフにできる機能はありがたいですね。そしてこちらが、メーターパネルです。一番左が、液晶表示になっていて、これで、水温、外気温、それから距離とか燃費、あとは燃料計も表示されています。これがですね、すごい見やすくて、明るいところでも暗いところでも見やすいですね。ちょうどKindle のAmazon で販売されてる電子書籍専用のリーダー Kindle の白黒版みたいな見やすさですね。これかなりいいです。そして、このモデルは、オートマモデルなので、ここにパドルシフトがついています。あとここのドアパネルですね。ここ、ボディ外板と同じ色の素材が使われていて、運転席に座ってみると、こうやってボンネットからそのまま流れるような感じで、こっちドアパネルの方が同色で続いているので、なんか一体感がありますね。後で紹介しますけど、これオープンにした時により外からも見えるし、外とつながってる一体感が生まれますね。そして、センターコンソールが、マツダコネクトの液晶があって、そして下の方にダイヤル式のエアコンの操作パネルがあります。これやっぱダイヤルの方が自分としては個人的に使いやすくていいですね。運転しながらでも場所を把握しやすいですね。そしてこちらがオートマのシフトノブですね。パーキング、リバース、ニュートラル、ドライブ、そして右に倒すとマニュアルモードで、これ後ろに下げるとシフトアップで、前に倒すとシフトダウンです。そして、こちらはカーナビなどを操作するための、操作スイッチがついています。これも
もなかなか使いやすいんじゃないですかね。あとはこの奥にちょっとした小物を置く場所があって USB の端子もついています。これはありがたいですね。そして、ここにちょっとした小物入れがあってコインなんかもここに挟めるようになっています。あとこっちがカップホルダーですね。ちょっと運転中にパッとカップを取るのが難しい位置にはありますが、ちゃんとこういうのが備えられています。あとは、ここの扉を開けるとちょっとしたまた小物入れがありますね。この車は助手席にグローブボックスがないので、そのために、車体の後ろにちっちゃな小物入れがあるんだと思います。そして、運転席の後ろにも、ちょっとした小物入れがありますね。こんな感じで、ちょっとしたものなら入れられるようになっています。はい、ではこの車の目玉のホロのオープンの状態を見てみましょう。まずこのボタンをスライドさせたままレバーを引きます。そうするとこういう風に窓が下の方に下がってホロを開けやすくしてくれます。NA ロードスターの時にはこのサンバイザーの裏にここに留め具があって左右2箇所にあったんですが、今回 ND ロードスターは1箇所のみなのでだいぶ楽ですね。よいしょ。そしてこうやって開いて、あと手で最後まで押し込むとこんな感じでロックされます。ちなみにホロがオープンの時は乗り降り性も抜群です。めちゃくちゃ乗り降りしやすいです。そしてホロを閉じる時はここのレバーを開いて、そしてここに取っ手があるのでこうやって持ってきて閉めると、そしてさっきのレバーをまたこうやってガチャンと、これで完了ですね。これ男の人なら片手で軽々、閉じれますね。 NA ロードスターの時よりも断然操作が軽いです。やっぱ進化してますね。ではここからは走行インプレッションに入っていきたいと思います。まず乗り込んで運転を始めた時気づくのが、結構ボンネットが大きく上に盛り上がっていて結構視界に入ってくるなっていう感じですね。最近の車はとにかくボンネットを低くしてこう視界に入りにくいようにする傾向にある中でしっかりと盛り上がっていて、その存在をアピールしてるっていう感じですね。そして、左右のフェンダーの部分のこの盛り上がり、これがとても車幅を見切りやすくてとても使いやすいです。これ街乗りでもとても便利ですね。今回養老渓谷というところまでドライブに来たんですが、結構ところどころ結構狭い道で、お互いにすれ違うという場所があったんですけど、この車だと迷わずスッと道路ギリギリの端っこのとこまで寄せることができました。意外なところで、使いやすいですね。そして意外かもしれませんが、このボンネットの存在がこうスポーツカーに乗ってるっていう気にさせてくれて、結構高揚感を持たせてくれますね。そして、実際に運転した感想なんですが、まず最初、駐車場から道路に出た時ですね。この時まず、最初に感じたのがこのボディの剛性感の高さです。 NA ロードスターの時はやはりなんだかんだボディ剛性が低かったので、結構段差を越えたりとかする時にこう結構突き上げというかグッと衝撃が来るんで身構えるような感覚があったんですね。体に伝わる衝撃、体の奥に伝わる衝撃っていうんですかね、そういうのがあって結構不快な衝撃があったんですが、このロードスターに関してはこうタタンと普通のクローズドボディの、セダンのように走ってくれます。本当ボディがしっかりしてるんだなっていうのを実感できますね。そして次に、
エンジンの静かさ、滑らかさですね。 NA ロードスターは 1.6 リッターのタイプに乗ってたんですが、こちらの ND はそれよりもサイズの小さい 1.5 リッターエンジン。それにもかかわらず低速でしっかりとトルクがあって、まず街乗りで運転しやすいんですよね。そして回転数を上げていくと NA ロードスターの時は、だいたい3000回転以上上げるとこう楽しい運転ができるようになるんですが、4000回転も超えると今度はもうエンジンが苦しそうな音を立て出して、そしてそこからは回転の伸びもいまいちという感じになるんですね。それがこの車の場合はスーッとこう回転が伸びていって、特に高速道路の合流地点ですね、ああいうところですごく滑らかにエンジンが回転していきます。こういうところでやっぱり技術の進歩をすごく実感しますね。そしてブレーキも本当コントローラブルっていう感じで、こう踏み始めにいきなりガツンと効くようなことはないし、かつ一定のこうブレーキ力がこう続いてくれるっていう感覚で操作しやすいです。そしてコーナーを曲がっている時ですね、この時この車は、1トンを切る軽量な車体なわけですが、本当に軽いなっていうのを実感します。なんか車体がまるでロールしないんですよね。最近の車はどうしても安全面の理由から、どんどん大型化していて車体も重くなっているんですが、それによる、軽快感を失わないために、太めのハイグリップのタイヤとか、しっかりとしたサスペンションをつけて軽快感を出すようにしていますが、この車は本当元から軽いんだなっていうのは感じますね。そういう重たい車を無理やり軽快に走らせてるのではなくて、元が軽い車、そういった軽快感があります。ちょっとうまい言い方が見つからないんですが、本当にこうひらりひらりとスラロームを抜けていく、そんな感覚ですね。そして、この車は、6速オートマのタイプなんですけど、マニュアルモードがあってパドルシフトもついています。なのでこのパドルシフトの左右で切り替えができるんですが、この操作感がまたいいですね。今はマニュアルモードで走ってるんですが、シフトチェンジした時の変速が速くて、しかもグリッピングっていうんですかね、特にシフトダウンをする時にエンジンの回転数を合わせるためにこう回転数を上げる機能なんですが、それがとてもよく働いてくれてて、全く変速ショックがありません。これ私が乗ってる RX8 にもつけてほしいなって感じなんですが、販売終了してますから無理ですよね。いや、この変速ショックのなさは気持ちがいいですね。そしてこの車には、スポーツモードがついています。ちょっとこれ入れてみると分かるんですが、いきなり、シフトダウンして、回転数が一気に上がりました。今50キロで走ってるんですが、ギアは3速に入ってて回転数は2500回転です。これ高速道路の加速車線とかでも確認したんですが、これをじわじわと加速させていくとだいたい70キロの3500回転を超えたあたりでようやく次の4速に入るといった感じですね。結構高い回転数をずっと維持してくれます。そして、減速した時も、すぐに高い回転数を維持したままどんどんシフトダウンしてくれます。なのでこれはサーキットを走った時などは人によってはもうマニュアルモードにしない方が速く走れるかもしれません。あとは、私の住んでるニュージーランドは一般道でも100キロまで出していいので、これで峠を走ったらすごく気持ちいいでしょうね。そして次に街乗りでの運転のしやすさなんですが、
まずこれ天井がかなり低くて、私の身長は178センチなんですが、天井まで握り拳が1個ギリギリ入るかどうかといった感じですね。それに合わせて前のルーフの部分、サンバイザーのある位置も結構前方寄りの低いところにあるので、信号待ちの時ですね、たまにこう停止線から信号までの距離が少ないところ、なんかほぼほぼ真上にあるようなところありますよね。そういうところではちょっとこう身を前に乗り出して、その状態で信号を確認しないといけないといった感じですかね。そしてこういったホロの車の宿命なんですが、右後方と左後方の確認はとてもしにくいです。一般的な車だったらさらにちっちゃな確認用の小窓がついてるんですが、この車はもう完全にホロで覆われているので、それをあらかじめ理解した上での運転が必要になりますね。例えば高速道路で合流車線から本線に入るときは、軽く身を前に乗り出しながら右後方を目視する。そして、左に車線変更したり交差点で左折するときですね、巻き込んだりしないようにあらかじめそこに誰もいないことを確認しておく必要があります。ただその代わりホロをオープンにした状態だと、今度はもうぐるっと180度遮るものが何もないので、もう死角なしといった状態になりますね。これもホロの車の宿命なんですが、やはり騒音は結構入ってきます。特に高速道路を走ってる時は風切り音もかなり入ってくるし、バイクとかトラックのような、結構エンジン音の大きな乗り物ですね、こういうものが近くにいるときはまるで窓でも開いてるのかなって思うぐらい、音がよく伝わってきます。あとは普通にタイヤのザーっていうアスファルトとの間に起こるロードノイズですね、こういう音も結構響いてきますね。そして今は夏場なわけですが、ホロを閉じた状態でも結構太陽の熱がじりじりと、伝わってきて、ホロを触ってみるとやっぱり熱を持っててちょっと熱いんですね。なのでちょっと頭の方が熱くなりやすくて、炎天下の中での運転はホロを閉じた状態でも意外とちょっときつい部分もありますね。そしてこの車の真骨頂、オープンにした状態での走行ですね。この開放感はもう半端ないです。もうバイクに近い感覚がありますね。なんならバイクはヘルメットをかぶりますけど、こっちはヘルメットなしでいいので、ある意味、バイク以上の開放感を味わうことができます。ただ、やっぱりこれもこういった夏場の話になるんですが、昼間にオープンにするとやっぱりじりじりと太陽の日が当たってかなり暑いです。女の子を乗せてる時に、オープンにすると、女の子に本気で嫌がられるので気をつけましょう。あとはやっぱり巻き込み風ですね。この辺も NA のロードスターに比べればだいぶ改善されてるんですが、やっぱり入ってくるは入ってきますね。もちろんかなり改善はされています。あと私の身長ですと、オープンにした状態で走ってるとちょうど頭のてっぺんが流れていく風に当たるんですね。それで頭がとても冷たくなります。おでこから上の方がかなり冷える感じになりますね。これは NA ロードスターの時と同じ問題ですね。ここまでいろいろとレビューしてきましたが、最後にこの車を総括すると、目的地までの移動を楽しむための車ではなく、純粋に運転を楽しむための車だなと感じました。実際快適性とか居住性、そういったものはかなり犠牲になっているので、デートにも行かない感じですね。実際車内の騒音も結構大きいので、
隣に女の子を乗せて会話をしたいという時はちょっと声を張る必要があって、ちょっと、ゆっくりとデートを楽しむという車とは言い難いですね。その代わり運転の楽しさ、これに関してはもう抜群ですね。これまで、NA ロードスターを2年ぐらい所有してたことがありますし、友達の NB ロードスターにも乗ったことがあるんですね。NC ロードスターは乗ったことがないんですが、今回の ND ロードスターはこれまでの歴代の中で明らかに運転する楽しさ、これが一番凝縮された車だなと感じています。なので誰かと出かけるという時は、他の車好きの人たちと一緒に1人1台ずつ車に乗ってバイクのツーリングのように何台も連なってどこかへ出かけていく、そういった楽しみ方が最適な車なんじゃないでしょうか。以上がこの ND ロードスターに関するレビューの総評となります。では今回の動画は以上で終わりです。いかがでしたか？今後もいろいろと興味のある車に乗ってみて、その車のレビューなどをしてみたいと思っていますので、興味のある方はよろしければこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。またこの動画面白かったよという方は SNS などで共有してもらえると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。